はい、どうもこんにちは、けんゆうです。本日はですね、こちらのイエローピタヤ紹介したいと思います。はい、でこれかなりねレアフルーツで、僕も1年間ねずっと探しておりました。でようやくね手に入ることができましたので、ちょっと食レポ、そして解説の方ねしていきたいと思います。うわー楽しみですね。でちょっとですね、一応2つ届いたんですけれども、メルカリの方で送料込みで3000いくらかだったと思うんですけれども、本土の方から沖縄まで来るのにねちょっと船で来たみたいで、ちょっと10日くらいですね輸送の時間がかかって、結構痛みが少し出ているんですけれども、もっとねツヤツヤしていると思います。食べれそうなのでいいかなと思います。でドラゴンフルーツはね、追熟型のフルーツじゃないので、もう収穫後すぐ食べた方が美味しいんですけれどもね、食べれそうなので食べていきたいと思います。ということで早速解説ですね。それではねイエローピタヤ解説していきたいと思います。イエローピタヤ、これですね、学名がですねセレニセリウムメガランタスモランセレニケレオスメガランティスマランということでね、こういった学名がついておりますけれども、イエローピタヤですね。で黄色い色のドラゴンフルーツ、ということになります。普通のドラゴンフルーツはですね、一般的によく見るドラゴンフルーツはですね、果皮と、果肉も赤いものもありますけれども、白いものもあって、ああいった赤系のものとかですね、あと白系のものっていうのが結構一般的ですけれども、今回のこのイエローピタヤはその禁煙種ですね。ちょっとね若干種が違うんですね。なのでこっちの方がですねちょっと味にもちょっと違いの特徴があるんですけれども、ドラゴンフルーツの黄色版と言ってもいいんじゃないかなと思います。ちょっと違いますけどね。はい。で原産がですねエクアドル原産で、主にブラジルの方で栽培されております。ブラジルで主に栽培されております。はい。で日本でもですね、ちょくちょく、作っている農家さんとかね、個人で趣味程度にですね1株2株作っている方は非常に多いと思います。スーパーとかでもですね直売所でも出回らずに、結構珍しい、かなり僕もね探すのにすごく苦労したフルーツです。はい。で果皮はですね黄色、中身の果肉はですね白、そしてねこれ実は本当はトゲがあるんですね。ここにトゲがあって、ドラゴンフルーツってペラペラの果皮がね、すごい柔らかい、果皮があるんですけれども、これは本当はトゲがあって、でこれね熟すとピンセットで簡単に取れる、みたいなんですね。で、輸送の時はですねもうすでにこの、トゲの除去はされておりますので、安心して食べれるんですけれども、本来はねトゲがありますと。はい。でドラゴンフルーツ三角サボテンと言われるやつですね、あれの禁煙種になります。でイエローピタヤの方がですね実は甘く感じるって言われております。はい。でこの理由はですね諸糖が入っているからなんですね。はい。でドラゴンフルーツ赤いやつもそうなんですけれども、白いやつとかも赤肉系も白肉系もそうなんですけれども、ドラゴンフルーツって言われるやつはですねブドウ糖と果糖が入っていて、これがあまりね甘さを感じにくいんですね。ドラゴンフルーツ糖度は高いんですけれども、人間が感じる糖度、とはちょっとね剥離しているような感じがします。はい。これはブドウ糖と、果糖が入っているからですね。で一方でこのイエローピタヤというのはこの諸糖といってスクロースですね、これは砂糖の原料になるものなんですけれども、こういったものが多く入っているので甘く感じるというものですね。でちなみに諸糖は二糖類って言って、ブドウ糖と果糖が、合成されたものはですね二糖類ですね。でブドウ糖と果糖は単糖類って言って、脳のエネルギー吸収にはいいんですけれども、甘さという面においては感じにくいというものです。で繁殖、これどのように増やすかっていうと、種、内側に入っている種を、使って発芽させて増やすか、あと挿し木ですね。サボテンの枝を取って、挿しておくと、根が生えて大きくなるという特性があります。これが繁殖方法ですね。あとドラゴンフルーツですね、レッドドラゴンの方はですね自家不和合成といって、両生花の綺麗な花がですねふわっと咲くんですけれども、夜にふわっと咲くんですけれども、これがね自家不和合成といって他の、花からですね花粉を取ってこないといけないっていう性質があるんですけれども、このイエローピタヤの場合は自家和合成といって、同じね両生花の中で受粉をするということなので、結実はね結構得意というかね、有利なんじゃないかなと言われております。ということで早速切っていきたいと思います。かなりサイズとしては小ぶりですね。手のひらに乗るくらいで非常にちっちゃいです。はい。では切っていきます。真ん中から半分にまずは切ります。ちょっと硬いこ
このヘタの部分が非常に硬いですねちょっとこんな感じでいこう。結構ね多重です。はい、かなり汁が多いです。はい、でドラゴンフルーツよりも種がしっかり入ってますね。ドラゴンフルーツの場合はちょっとキウイっぽい感じがしますけれども、イエローピタヤの場合は、結構ね種がしっかり入っていて、どのくらいかな、なんか普通に植物の種という感じがあります。では少し食べていきたいと思います。はい、種ね植えたいと思います。これ種ごと食べれるのでちょっといきます。はい、ちょっとクリッと回して、はい、いただきます。甘みが強い。本当だ、やっぱ甘さを感じますね。ドラゴンフルーツちょっとあっさりしてるんですけど、それよりもねちょっと甘みが強い。なんかそれにちょっと砂糖をまぶしたような感じがあります。でそこまで強い甘みかと言われるとそうでもないですね。でもすごい美味しい。やっぱこのドラゴンフルーツ、そうなんですけど、この真ん中中心部が一番甘いんですね。なのでここが最初に食べたところが一番美味しかった。で食感はですね非常にドラゴンフルーツに似ているんですけど、種がやっぱしっかりしているので噛み応えがありますね。これ今日ハッシュしよう。これ今日種植えます嬉しい。半分は種に使おう。よし、嬉しいな。ドラゴンフルーツよりもね汁がすごいですね。うわ、で何に似てるんだろうな。で味はですね本当に癖のない非常にあっさりとしたしつこくない甘みで、これだとねドラゴンフルーツ苦手な人多分多いと思うんですけど、これだと甘みがしっかりあるのでですね多分いけると思います。はい、これ一番美味しいですね、僕の中で。今までのドラゴンフルーツ食べた中で。であとこのイエローピタヤに似たものでゴールデンドラゴンっていうのがあるんですけれども、ゴールデンドラゴンもちょっとあっさりめでしたね。はい、その甘みはすごくあったんですけれども、このイエロードラゴンに関して言うと、ゴールデンドラゴンよりも非常に甘いです。はい、うまいね。なんか種が本当にしっかり入ってます。こんな感じ。恒例の糖度チェック、していきたいと思います。ちょっとやっていきたいと思います。やっぱ真ん中の方が一番ね糖度が高いですけど、一応その器の中に入っているこれでやってみます。はい、ちょっともう一回確認しよう。よし、大体はい、大体分かった。糖度はね14でいきます。はい、近い。 15.5 とかですね。はい、15.5 ぐらいですね。こんな感じ。はい。結構高いね。これはね惜しかったですね。はい、僕14だったので、もう大体当たりですね。はいで多分真ん中もうちょっと甘いかもしれないですね。はい、で糖度15って言ったら大体ね甘いマンゴーくらいですね。美味しい。でもボリュームが少しちっちゃいのがですねちょっとあれですね、たくさん食べたいですね。はいレッドドラゴンとかは大きいのでもういらないってくらいまで食えるんですけど、これちょっとちっちゃいのでねちょっともっとかぶりつきたいです。で少し真ん中の方、ちょっとね確認していきたいなと思います。はい、よいしょ。でここがね一番糖度が乗ってるので、真ん中の方多分16とかあるかもしれないですね。ちょっと見てみます。すごいちょっと20近くあった見て、やばい、19超えてます。はい、やっぱりその真ん中の方が一番甘いですね。今ちょうどこの真ん中の部分を取って白つけたんですけど20近くありました。いや非常にここはやっぱ甘いですね。ここがねやっぱ一番甘い。最後甘いところ食べてお別れしましょう。はい、では、糖度20近くある部分を食べます。はい、
めっちゃうまいということで、このチャンネル面白いな、ためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。あとチャンネル登録も、していただけると僕がすごく喜ぶということになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。